皆さんこんにちは。徳久アーカイブスです。今回は歴史と自然にあふれる真夏の高知県の旅の様子をお届けします。自分は四国地方に来るのは今回が2回目で、高知県を訪れるのは初めてになります。行きたいところが多すぎてかなり予定を詰め込んでしまっているのですが、可能な限り満喫していこうと思います。これから夏の計画を立てる際の参考になれば幸いです。高知県は四国地方の南部に位置する人口およそ64万人の県です。太平洋に面しながらも内陸部の山の標高は1000メートルを上回るダイナミックな地形が特徴です。そして今いる場所がそんな高知県のほぼ真ん中に位置する高知龍馬空港です。坂本龍馬生誕の地として知られる高知県ですが、高知龍馬空港は日本で最初に個人名が採用された空港でもあります。近年は国際線の運航に向けた準備が進められており、英語名でも高知龍馬エアポートとして案内されています。レンタカーを借りました。これから4日間この車でずっと移動していきます。空港を出て最初の目的地である桂浜公園に向かいます。空港や市街地から近く、太平洋を見つめる坂本龍馬像などで知られる高知の定番観光スポットの一つです。空港から車でおよそ30分ほどで公園の入り口に着きました。平日ということもあり人影はまばらなようにも見えますが、入り口や商業施設に近いエリアの駐車場はすでに満車で、その人気の高さが伺えます。この日の気温は35度を超える猛暑日です。強い日差しを避けるように木陰やベンチで一休みする観光客の姿が目立ちます。自分も車を降りてまだ数分ですが、歩いているだけで汗が止まりません。桂浜公園は2023年に大型リニューアルが実施され、現在はモダンなデザインのカフェやショップが立ち並び、以前の面影を一新しています。開放的なテラス席もあり、本来なら潮風を感じながらくつろげる絶好のロケーションですが、さすがにこの暑さの中では外で一息つくのも一苦労のようです。早速坂本龍馬像を見に行きます。龍馬像は少し階段を登った展望台にあります。照り返しもあって異様な暑さを感じていますが、道が木陰に覆われているのがせめてもの救いです。太平洋を見つめる坂本龍馬像です。この有名な懐を手に入れるポーズは、万国広報の書物やピストルが入っていたという説があり、常に新しい知識と護身の備えを忘れない当時の最先端を行く坂本龍馬のスタイルを象徴しています。龍馬像の脇を通り、さらに奥へ進むと階段へと降りる階段が見えてきました。道の両脇に力強く根を張る松の木々は、太平洋から吹きつける強力な潮風や舞い上がる砂からこの土地を守る天然の防波堤としても役割を果たしていると言われています。浜辺は遊歩道が整備されており、快適に歩くことができます。この遊歩道沿いには個性的な SNS 発信で知られる桂浜水族館があります。今回の旅では寄ることができないのですが、高知市街地からのアクセスもいいので、高知旅行で桂浜に訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。桂浜は一見穏やかに見えますが、実は急峻な地形で離岸流が発生しやすく、1年を通して遊泳は禁止されています。波打ち際に歩み寄れば、海星の今日ですら牙を剥くような荒波が岩肌を叩いており、太平洋のありのままの大しさが満ちています。浜辺の遊歩道を歩いた先にあるのは竜王岬です。岬の階段を登った先にある赤い鳥居が印象的な小さな神社が渡積神社で、ここから振り返ってみる桂浜の弓状の海岸線はまさに押さえておきたい絶景スポットの一つです。その神社のさらに先にある竜王岬展望台は、桂浜で最も海に近い高台で、まさに太平洋のど真ん中にいるような感覚を味わえます。
桂浜の雄大な景色を堪能した後は高知の東へと車を走らせます。太平洋を右手に眺めながら約1時間走った先の次の目的地は安芸市にある神秘的な洞窟伊尾木洞です。伊尾木洞はかつて海の底であったここらの地域の生態系を今なお残す場所として知られており、国の天然記念物にも指定されています。周囲があまりにも住宅街ですが、案内板をたどっていった先にまるで異世界の入り口かのような異様な雰囲気を放つトンネルが現れました。洞窟内は常に山からの水が流れており、足元がぬかるんでいます。自分は今サンダルですが、近くにある無人の観光案内所で長靴の無料貸し出しが行われていたので、こちらを利用させていただきました。洞窟の中に入ると一気に気温が下がったのを感じます。奥にはもう出口の光が見えており、長さはそこまではなさそうです。洞窟を抜けた先はまさに異世界です。両脇には数百万年という時をかけて積み上げられた巨大な地層、その隙間から差し込む真夏の日差しが実に幻想的な雰囲気を生み出しています。せっかく長靴を借りたこともあるので、さらに奥に行ってみます。ここら辺まで来るとすれ違う人はほとんどいません。道が完全に水没していますが、長靴でギリギリ行ける深さに見えるので、このまま進んでみます。急に深くなっている場所がないか用心しながら進む必要があります。道を渡り終わった後に、この水没した道を避ける用の通路が整備されていたことに気づきました。帰りもこの道を通るのかと軽く絶望していたので、気づくことができて本当に良かったです。最深部っぽい場所に着きました。厳密にはここから登山道になるので最深部ではなさそうですが、長靴で行けるのはここらが見解のようです。この登山道がどこに続いているか大変気になりますが、奥には滝が見えるので、一旦あの滝を見に来たということで、ここを伊尾木洞のゴールということにします。名残惜しいですが、今来た道を戻り、次の目的地を目指していきます。伊尾木洞を出て海岸沿いにある道の駅で休憩しています。この日は朝からずっと運転していましたが、常に右側に海があるのでとても開放的でなかなか贅沢な時間でした。次の目的地はこの日の最後のスポットです。伊尾木洞から南東に 45km、国道55号線をひたすら走った先にある室戸崎がこの日の最後の目的地です。中でも今回は室戸崎灯台の展望台から夕日を眺めに行きたいと思います。室戸崎に着く頃には日もだいぶ傾き、絶好の夕日ロケーションが幕を開けようとしていました。ちなみに室戸崎は南側に太平洋に突き出した立地であることから、太平洋に沈む夕日だけでなく、昇ってくる朝日も見ることができます。ちなみに室戸崎灯台は恋人の聖地らしいですが、室戸崎周辺だけで4カ所以上も聖地があるのを確認しています。
翌朝です。昨晩は室戸崎の先端近くにある小さな宿に宿泊しました。今日は再び高知の中心を目指すルートをたどりますが、その間に昨日行けなかった観光スポットにも立ち寄っていきたいと思います。室戸崎のほとりに佇むカフェ、ジオカフェで朝食をとります。この周辺では非常に貴重な飲食店ということもあり、自分は開店とほぼ同時に押しかけてしまいました。後々には自分のような観光客だけでなくツーリング客なども立ち寄っており、あらゆる人の休息スポットとして重要な役割を果たしていることがわかります。メニューはあまり最果て感を感じない現代的なパンケーキをいただきました。黒いソフトクリームは名物のジオソフトで竹炭が入れられています。朝食後の散歩がてら室戸崎展望台に来ました。室戸崎で最も海に近い展望台で、東西どちらの水平線も肉眼で確認できます。確かにここなら日の出も日没も観測できそうです。今回は真夏ということで日の出は早すぎて起きられなかったですが、またリベンジしに行きたいと思います。ちなみにここも室戸崎の恋人の聖地の一つです。高知の東端は至る所に愛が溢れているようです。室戸崎を出発し、内陸の方に車を走らせてきました。ここからはしばらく海岸線とはお別れし、山間部の観光スポットを巡っていきたいと思います。室戸崎からおよそ車で90分。この日最初の目的地は海岸線から細い山道を抜けてたどり着く馬路村です。馬路村は人口800人ほどの小さな村ですが、柑橘類の柚子の里としても知られており、毎年多くの観光客が訪れる知る人ぞ知る秘境スポットです。馬路村の中央に流れる安田川を見に行きます。この安田川は川の間にダムが一つもなく、上流から天然の清流が流れ込む川としても知られています。極めて高い水質を誇るこの川には、川底に良質な苔を育み、それを食べて育つ鮎は日本一の称号を手にしたこともあるほどです。馬路村の見どころの一つとして欠かせないのが、かつてこの地で森林鉄道として栄えた貴重な遺構の数々です。大正から昭和にかけて丘陵内山々から切り出された名木、柳瀬杉を運ぶために縦横無尽にレールが敷かれており、かつて東洋一とも称された広大な森林鉄道のネットワークがこの地域に張り巡らされていました。時代の流れとともに一度は役目を終えたこの路線も、現在は森林を走り抜ける観光鉄道として復活しています。馬路村からさらに奥の山間部に進んできました。この先にもどうやら観光スポットがあるらしいのですが、他に車はほとんど見当たらなく、恐ろしいほどに静かな道を走ってきました。道が細いので対向車がいなかったのはありがたいのですが、一気に人里を離れ、まるで別の世界に迷い込んでしまったかのような不思議な感覚になってきます。ちなみに今いる場所は柳瀬ダム。このダムは馬路村に流れる安田川とは全く別の川である奈張川に建てられており、この川は安田川とは一切交わらずに太平洋に流れていきます。馬路村からさらに40分、離合も困難な細い山道を抜け、たどり着いたのは柳瀬です。地理的にはかなり離れていますが、形式上ここらの地域も馬路村の一部に当たります。馬路村の中心部で見た観光鉄道は、かつてこの柳瀬が拠点となり運行されていました。最盛期のレールの長さは 250km を超えていたそうで、東洋一と呼ばれるのも納得のスケールです。柳瀬でも観光鉄道の営業が行われていますが、すでに営業時間を過ぎており静まり返っています。今あまり人の姿は見えませんが、土日には家族連れで賑やかになるそうです。
柳瀬の集落内部を散策していきます。実はまだ柳瀬に着いてから人を一人も見かけていません。民家の中から聞こえてくるかすかなテレビの音や遠くを走る車の音がわずかに感じることができる人間の痕跡です。これは柳瀬にある唯一の学校で、小学校と中学校が一つになった校舎です。今も現役で児童を抱えており、山村留学という制度で1年単位で子供が移り住む制度を設けています。確かにこのような人里を離れに離れた地域で過ごす生活は、現代で忘れた何かを学ぶ大きなきっかけになりそうです。柳瀬小学校のホームページによると、この学校の創設は明治5年、実に150年以上もの間、まさに森林鉄道が駆け抜けた栄華の時代から今に至るまで、この深い山奥で子どもたちの成長を見守り続け、今もなお柳瀬の知恵をつなぐ場所であり続けています。山間部の柳瀬を出発し、再び馬路村を通り抜けて目指すは、この日最後の目的地、一気に人があふれる高知市です。今日は高知市の市街地にあるゲストハウスに宿泊します。市内のゲストハウスにチェックインを済ませ、宿の方に教えてもらった広め市場へとやってきました。ここは市内で最も多くの飲食店が集まる場所で、山奥の静寂とは対極にある深夜まで続く圧倒的な人の活気と熱気に包まれています。迷いに迷った末、今夜の夕食はマグロとしらす丼の定食をいただくことにしました。このような賑やかな場所に来ると、どうしても一人旅特有の肩身の狭さを感じてしまいます。翌朝です。高知旅も3日目を迎えました。今日も日差しが強く、強烈な暑さを感じる一日になりそうです。寝泊まりしていた場所は宿の離れにあたる場所で、朝食をいただくためロビーまで歩いていきます。ゲストハウスというリーズナブルな選択肢の中で、こうして温かい朝ごはんがいただけるのは大変ありがたいです。今日は高知の西側に向かって昨日よりもはるかに長い距離を運転するので、しっかりエネルギーを蓄えていきます。高知市を出発し、西へ車で30分。まずは奇跡の清流とも言われる仁淀川に架かる名古屋沈下橋を目指していきます。ちなみに沈下橋とは、川の増水時に川に沈むことを前提に設計された橋のことで、流木などが引っかからないように手すりが設けられていないのが特徴です。この日の仁淀川は川底が肉眼でくっきり見えるほど水深が浅く、照りつける容赦ない日差しを浴びているとそのまま飛び込んでしまいたくなるほどです。ここではサップやカヌーを楽しむこともできるので、今度来るときはここでのんびり遊んでいくのも良さそうです。名古屋沈下橋から仁淀川を上流へさらに遡っていきます。次に目指すのは仁淀ブルーのさらに深淵にあたるニコ淵です。太陽光が真上から当たる正午あたりが最も鮮やかに見える時間らしく、その時間を狙っていきます。滝壺に広がる池が目を疑うほどの青さを放っています。太陽光も狙った通りしっかり真上から差し込んでおり、まさに最高峰の仁淀ブルーを拝むことができました。ニコ淵を出た次の目的地は、はるか 200km 彼方の四国カルスト天狗高原です。標高にして 1400m、道中は四国特有の単車線の細い道路が多く、見た目以上に時間がかかる移動になります。今朝宿泊していた高知市の宿の方から、カーナビに教えられた通りの道を行くと、とんでもなく細い道を走らされると聞いていたので、迂回にはなりますが、幹線林道と呼ばれる2車線の道を通っていきます。Google マップに幹線林道と入れたらその道を教えてくれますが、不安だったので道中いろんな施設により、今自分が走っている道が正しいかを尋ねて回りました。
ニコブ町を出ておよそ3時間、無事に天狗高原に到着しました。幹線林道を通ったことでほぼ2車線の道路で山道を登ってこれたので、アドバイスをくれた宿の方には感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。ここ四国カルストはかつては深い海の底でした。カルストとは雨水が長い年月をかけて石灰岩を溶かし作り上げた芸術品のことです。高知と愛媛をまたがる四国カルストはその名にちなんで付けられた名称です。四国カルストは思った以上に広く、2時間ほどの滞在では全体の4分の1ほどしか見て回れませんでした。来るのも大変なので次は宿泊しても良さそうです。ちなみに外の気温は24度と下界とは10度以上もの気温差があるので、真夏に避暑地として訪れるのは大変おすすめです。四国カルストから再び幹線林道を通り目指すのは、遥か 350km 先にある高知の最西端、柏島です。この旅行で最も無茶なスケジュールを組んでしまった移動の一つです。四国カルストを出てからおよそ5時間、幾度となく休憩を挟み、無事に柏島に着きました。四万十川沿いの道路が細く、何度事故りそうになったかわかりませんが、無事に着けてよかったです。柏島の宿で18時に夕食の予約をしていたのですが、当然間に合うはずもなく、四国カルストを出るときに連絡して保管しておいてもらいました。長時間ドライブからの本マグロ丼、格別のうまさでした。朝になりました。高知旅も今日が最終日です。昨日着いた時は真っ暗で気づきませんでしたが、こちらの宿には絶景のオーシャンビューを望むテラス席があります。空港まではまたしても 300km 以上のドライブになりますが、東京に帰るフライトは夜の出発なので、まだ少しここでゆっくりしていけそうです。宿泊したのはこちらの柏島ビレッジ。昨晩は予定より大幅に遅れて到着した自分を快く迎え入れてくださり、感謝しかありません。朝食もいただきました。柏島にはコンビニがないので、宿に泊まる際は食事付きプランにするのがおすすめです。残った午前中の時間を利用して船で沖合のクルーズに連れて行ってもらいました。やはり船の上で潮風を浴びる時間は何にも代え難い至福のひとときです。シュノーケルで少し海にも潜りましたが、こちらも冷たくて気持ちよかったです。柏島の海にはイルカが2頭住み着いています。一応野生のイルカですが、船や人間にかなり慣れており、運が良ければ橋の上やビーチから見ることもできるそうです。真夏の高知県の旅、東の室戸崎から西の柏島までお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。駆け足な旅でしたが、高知に眠る秘境や絶景の数々を観測でき、充実した旅を送ることができました。皆様のこの夏の旅行のアイディアの一助になれば幸いです。また次回の動画もご期待ください。ご視聴ありがとうございました。